皆さんこんにちは。本日は福岡旅行をお届けしたいと思います。福岡の美味しいものとビールで乾杯していきたいと思いますので、皆さんにも福岡に来た気分を味わっていただけたら嬉しいです。ラーメン稲田さんに行きたいと思います。焼きあごの香ばしい出汁と鶏の旨味が凝縮された透き通った上品なスープ、麺がよく絡みます。香ばしいチャーシューに甘辛いタレが相性抜群でした。ごちそうさまでした。ファンファーレさんに行きたいと思います。ポルペッティはナイフを入れた瞬間、肉汁がじゅわっと、ソースが絶品でした。パスタはピリッとした辛みと肉の旨味が口いっぱいに広がります。オレキエってももちもちしていて美味しかったです。メインは里芋とレタスでさっぱり食べられました。お魚は皮はパリッと中はふわふわ。デザートは温かいリンゴのトルタと冷たい金木犀のジェラート、エスプレッソと一緒に最後まで幸福のひとときでした。ごちそうさまでした。うどんひよりさんに行きたいと思います。アボカドとエビ天のぶっかけは揚げたてのエビ天のサクサク感とアボカドの濃厚なまろやかさが美味しい。コシのある麺と相性抜群です。牛すじうどんはホロホロに煮込まれた牛すじの旨味がだしに溶け込み、優しい甘さと深いコクが美味しかったです。ごちそうさまでした。やぐらさんに行きたいと思います。カツ丼は卵がふんわりとろり、濃いめのだしに玉ねぎの甘みが溶け込み、サクッとしていて美味しかったです。ごちそうさまでした。鶏料理吉川食堂さんに行きたいと思います。唐揚げ定食は鶏もも肉を丸ごと1枚揚げたボリューム満点の唐揚げ、ジューシーな肉汁とタレの酸味、ご飯が止まらないです。名物の親子丼、秘伝のタレと鶏ガラスープのみで仕上げたシンプルな割り下、口の中でだしの旨味がじゅわっと広がりました。ごちそうさまでした。ソフコーヒーさんに行きたいと思います。かわいいスイーツや飲み物が SNS で話題のお店です。季節限定の焼きりんごはじっくり焼き上げたりんごの上に冷たいバニラアイスが乗っていて美味しい。ほろ苦いプリンとカフェモカが相性抜群でした。ごちそうさまでした。焼き鳥弁慶さんに行きたいと思います。乾杯。もちもちの餃子が美味しい。さがりはジューシー。豚バラはビール進む。皮はカリもち。ボリュームたっぷりで美味しかったです。ごちそうさまでした。餃子おそ松さんに行きたいと思います。エビ入り水餃子はエビそのものを食べているような肉厚な食感。小ぶりの可愛い焼き餃子は薄めの皮がパリッと、野菜の甘みがあふれてきます。焼き豚は旨味が凝縮されていて、外は香ばしく中はしっとり。牛すじ大根は口に入れた瞬間とろりと溶けてなくなります。明太オムレツはピリッとした辛みとプチプチ食感が癖になる。おそ松本気の牛丼は絶対に食べてほしい一品です。青菜炒めはニンニクの香りとシャキシャキ食感がビール進みます。ごちそうさまでした。兵庫鳥さんに行きたいと思います。乾杯。昆布の旨味が染みてて美味しい。せせりはプリップリ、鶏の出汁が染みます。レアなささみはシルキーな質感、弾力がすごい。レバーはフォアグラのように滑らか、ももはジューシーで美味しい。銀杏は何個でも食べたい。つくねはふわふわ、振り袖は皮がパリパリ、ズッキーニはジューシー、ぼんじりはビールが止まらない。どれも焼き加減が最高でした。ハツもプリップリで美味しかったです。ごちそうさまでした。
カフェノリーノさんに行きたいと思います。寒い冬にほっこりするグラタン。前菜プレートは地元野菜がたっぷりで元気になれます。モンブランタルトは濃厚な栗のペーストと中のクリームが口の中でほどけました。ごちそうさまでした。ラーメン麦蔵さんに行きたいと思います。真っ黒に輝くスープ。無花鳥とは思えないほどの力強いコクがあるのに、後味は驚くほどすっきりで美味しい。白醤油特有の柔らかな甘みとだしの香りが優しく繊細な味です。つるつるもちもちの麺が止まりませんでした。ごちそうさまでした。洋食やちとさんに行きたいと思います。ハンバーグと唐揚げはボリュームたっぷり。ハンバーグは柔らかいのに肉感もしっかり。コクのあるデミグラスソースが汁ご飯進みます。ポークステーキは厚みがあるのに驚くほどしっとり柔らか。ガーリックベースのソースが絶品。豚の脂の甘みがしっかり感じられました。今日は肉が食べたいっていう時におすすめです。ごちそうさまでした。菊竹コーヒー堂さんに行きたいと思います。オーブンで焼かれたチーズは表面がこんがり、ブラックペッパーがピリッと効いていて、甘いものが苦手な方にもおすすめです。王道の小倉トーストはコーヒーと相性抜群でした。ごちそうさまでした。ラズ福岡さんに行きたいと思います。モダンフレンチで今話題のお店です。乾杯。濃厚でフレッシュなミルクの甘みがするモッツァレラ、スパイス香るペアリングが最高でした。看板メニューのフォアグラのクリスピーサンド。ウエハースがパリッと、中から驚くほど濃厚で滑らかなフォアグラのテリーヌがあふれ出しました。アンティーブの苦みと牡蠣の濃厚な甘みが大人の味でした。外はカリッと、中はふわとろ。ズワイガニの濃厚な旨みがまさに幸福でした。フジマスは柔らかくてしっとりとろけました。鴨のローストは外はパリッと、厚みのある身は驚くほどしっとり、弾力があり、噛むほどに肉汁があふれ出しました。カシスのペアリングが最高です。モンブランは繊細で大人のためのデザート。最後はオリジナルの焼き菓子で余韻に浸りました。ハーブティーも美味しかったです。ごちそうさまでした。高砂長屋手前さんに行きたいと思います。乾杯。フグをリーズナブルに楽しめるフグミニコース。綺麗なフグ刺し、5日間ほど寝かせたフグはもっちりとした歯ごたえと噛むほどに増す甘みが絶品で美味しいです。フグの唐揚げはまるでお肉みたいにジューシー。てっちりはフグの身がプリップリ。自家製ポン酢の酸味でさらに美味しいです。フレッシュはパフォーマンスから香りまで五感で楽しめます。フグの出汁が効いた雑炊で最後まで美味しかったです。ごちそうさまでした。馬刺し専門店たけちゃんに行きたいと思います。福岡に乾杯。3種盛りを注文しました。赤身はしっとりとしていて、噛むほどに濃厚な旨みがじわっと、ビールが進みます。たてがみは口の中でさらりと溶け、脂の甘みが広がります。馬肉は弾力があり、噛みしめるたびに旨みが広がります。ごちそうさまでした。小料理屋その辺さんに行きたいと思います。おすすめはその辺のワンプレートランチ。おばんざいがプレートいっぱいに並びます。店主が長浜市場で仕入れた海鮮丼は新鮮で美味しい。
土鍋の蓋を開けた瞬間、焦がしバターと牛肉の香ばしい匂いが香ります。赤身のうまみとコーンの自然な甘みを感じられました。ごちそうさまでした。カマキリうどんさんに行きたいと思います。自家製麺ならではのつるっとした喉越しと噛むほどに力強いコシがたまりません。うまみたっぷりのお肉、濃いめのお出汁と相性抜群でした。カツ丼もとろっとろで美味しかったです。大ぶりのあさりがゴロゴロと入ったあさりうどん。あさりのうまみが凝縮されていてスープが止まりませんでした。ごちそうさまでした。明鏡止水さんに行きたいと思います。乾杯。無花鳥と思えないほど鶏や魚介の芳醇な香りが広がります。塩ラーメンは昆布やホタテ、鶏の甘みがじんわり体に染み渡ります。チャーシューも柔らかくて美味しかったです。ごちそうさまでした。食堂塩と酒さんに行きたいと思います。乾杯。鶏ハムはしっとり柔らかい。カンパチは新鮮でコリッコリ。甘じょっぱくてビール進みます。メンチカツはスモーキーな香りがたまりません。麻婆豆腐は出汁が効いてて美味しい。レンコンまんじゅうはもちもちしていてやみつきです。2杯目はハイボールで乾杯。お寿司は大好きな赤シャリ。ウニはとろける。マグロは濃厚。ヤリイカは甘い。角煮は柔らかくてこの出汁が最高でした。ごちそうさまでした。バウンドさんに行きたいと思います。モダンで落ち着く空間です。モンブランパフェは濃厚でカシスも入っていて大人な味。チョコレートのテリーヌやアイス、ムースなどが入っていてチョコ好きにはたまらないパフェでした。柳さんに行きたいと思います。レモンサワーで乾杯。お肉が新鮮なのでミディアムレアでいくのがおすすめ。柔らかくて全く臭みもなく美味しかったです。軽く炙って食べるラムレバーはとろりとしていて美味しかったです。とにかく大きいラムチョップ。油の甘みがさらりとしていてビールが進みました。美味しかったです。ごちそうさまでした。潔さんに行きたいと思います。乾杯。光り輝く豪華なお刺身の盛り合わせ。毎朝長浜市場から仕入れる魚たちは新鮮でコリコリしていてビールが進みます。コロッケはカニの身がたっぷり。揚げ巻き貝は磯のうまみが凝縮されています。いくら丼で最後まで美味しかったです。2杯目は日本酒が進みました。ごちそうさまでした。庄司さんに行きたいと思います。乾杯。焼き鳥お任せコース。滝はレアで香ばしい。オクラはネバトロ。胸肉が繊細で皮の脂のうまみがすごい。ナスは熱々でトロトロ。パテはクリーミーでお酒進みます。柏串は噛むたびにジューシーな肉汁があふれる。提灯は弾ける卵黄の濃厚なコクが絶品。さつまいもはまるでスイーツ。団子は粗挽きの肉感がたまらない。みょうがはシャキシャキ食感と爽やかな香りがいいです。カウンターをメインとした清潔感あふれるシックでモダンな空間。日本酒や地酒、ワインなどお酒の種類も豊富です。最後の鶏そぼろも味わい深くて美味しかったです。ごちそうさまでした。焼き鳥の響さんに行きたいと思います。福岡に乾杯。釣り刺しは薬味をたっぷりのせてコリコリで美味しかったです。焼き加減が最高。トロトロでとろけました。
もつ煮は濃い味でビールが進む一品、体が温まりました。お目当ての痛風セットがなくて、またリベンジしたいと思います。ごちそうさまでした。リストランテソラさんに行きたいと思います。乾杯。パリで日本人シェフとして最速でミシュラン一つ星を獲得したフレンチの名店。その中でもイクラのスティックはチュイールの中にアボカドのムース、イクラが乗っていて美味しかったです。自家製のバターが止まらない美味しさでした。スモークサーモンの演出が最高でした。そばのガレットはパリサクッとナッツのような香ばしさがたまりません。フレンチの技法をベースにしつつ和食、中華、スパイスなど世界中のエッセンスを取り入れているフレンチ。日本酒を頼まれている方もいました。メインは薪火で焼き上げる肉料理。一口食べた瞬間、鼻へ抜ける香りがたまりません。ソースも絶品でした。メインの肉料理の後は口をさっぱりさせてくれるデザート。メインのデザートはまるで芸術。ムース、メレンゲ、ジュレ、パウダーなど異なる食感が組み合わされていて美味しかったです。ごちそうさまでした。キリンさんに行きたいと思います。ドロッと濃厚な魚介豚足、ガツンとパンチがあるのに臭みはなく麺に絡みます。極太のストレート麺、冷水でビシッと締められていて、噛むたびに押し返すような強烈なコシと小麦の甘みが口いっぱいに広がって美味しかったです。器の線ギリギリまで注がれたスープに圧巻。臭みがなくクリーミーでマイルド、しっかりとしたコクと醤油のキレが後を引く豚骨ラーメン美味しかったです。ごちそうさまでした。福岡グルメどうでしたか？博多でおすすめのお店があったらコメントくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。